はい、今日は鉄工2時間目ということで、バーチャの中でも基本の確定反撃について解説していきたいと思います。確定反撃って、他の格闘ゲームをやっている方はピンとくると思うんですけれども、その名の通り確実に打撃でダメージを入れられる場面のことです。主にですね、大きな技をガードした後、そういう状況になりやすいです。で、技を避けた後とか、上段技、しゃがんだ時にも確定反撃っていうのが存在するんですけれども、今回はちょっと初心者向けということで、この辺りは割愛していきたいと思います。できるようになったら避けた後にも確定とかを入れられるようになっていくといいかなと思います。確定反撃なんですけれども、ガードした技によって、確定する技が変わります。で、大まかにだいたい5種類ぐらいになります。まず投げ角、投げが確定するところですね。P 角、これはタッチパンが確定するところです。で、肘角、肘クラスの発生の技が、確定するところです。あとアッパー角、これアッパーとかあとミドル角とも言うんですけれども、そういった技が確定します。で、最後に膝角ですね。膝クラスの技が確定する場面です。で、これ注意なんですけれども、技って立ち状態の技としゃがみ状態の技があるので、例えばそのしゃがみ状態の技に上段技を返しても返りません。それだけ注意してください。例えばなんですけれども、リオンの回し蹴りですね。ガードしたら21フレ有利がもらえてるんですけど、だからといってこれは返らないんですね。これ上段技で肘が肘角の時に返す技なんですけど、もちろん返りません。なのでこういう時はちゃんとこういうふうに竜ですね、中段技を打たないとダメです。肘でもいいです。それだけ注意してください。何でもいいわけじゃないです。先ほど5種類確定があると言いましたけれども、それを1個ずつ、細かめにちょっと解説していきたいと思います。まず投げ角ですね。旬だと例えばこのマイ PP になるとマイナ10って書いてあると思うんですけど、投げって発生が10フレなんですね。ちょっと一部例外のキャラもいるんですけれども、ウルフとかはちょっと速い投げがあるので、ウルフはちょっとまた特別なんですけど、ちょっとそれは今回は省略します。で、例えばマイナ10以上だったら投げがどこでも返るんですね。例えばこのリュウリとかマイナ13になりましたけど、こういう時も、マイナ10フレ以上あるので投げは確定するんですが、投げってどうしても今回3種類しかなくて非常に抜けられやすくなっているので、投げ角は投げでいいんですけど、 P 角とか肘角とかもっと大きい技が返せる場面ではできるだけ打撃で確実にダメージを取っていってください。次は P 角について、説明していきます。バーチャファイターでは基本的にタッチパンは12フレームなので、12フレーム以上の有利がもらえればタッチパンが確定すると思っていただいて大丈夫です。一部のキャラクターだけ、軽量級 P と言われる11フレームの発生のタッチパンがあるキャラもいるので、もし自分のキャラクターがそういう軽量級 P を持っているのであれば、うまく活用してください。今回はちょっと基本ということで12フレームで説明していきます。代表的なのが、リオンのこの肘 E ですね。これ13なので、P 角になります。12フレ以上あるので。ではちょっと返していきます。すぐ P 打つですね。こんな感じで。こんな感じです。次は肘角について説明していきたいと思います。代表的なのはこのアキラの用法ですね。これプラス15もらえます。15フレームの技が確定します。で、一般的に肘角って14フレームから15フレームの技のことを言います。で、ちょっと返していきましょう。こんな感じですね。こんな感じで返していきます。でさっき注意事項でも言ったんですけど、下段の技にも上段技は返らないので、例えばこのアキラのローですね、しゃがんでも入りません。なので確実に肘ですね。ちょっと難しいですけど、肘を返すようにしてください。で
次にミドル角ですね。アッパー角とも言われています。代表的なのはこのリオンのヨガフレ P とかですね。これは16あります。で、ミドル打ったりとか、ちょうど16ですよね。あと、ジジイの場合は、お酒があれば、こんな感じで調和が入ります。こんな感じですね。で、最後に膝角について説明していきます。だいたい17フレ以上の有利もらえるときに、膝角と言われています。一部ですね、ちょっと17フレームで、膝クラスの技が出せないキャラクターもいるんですけれども、そういうキャラクターを使っている人はちょっと気をつけてください。一般的なのだと、このリオム、回し蹴りとかですね、2kg ですね。劉備返します。劉備の発生17のちょうど膝ですね。こんな感じになります。じゃあなんで確定反撃って大事なんですかっていう説明をちょっとしていきたいと思います。確定反撃がなぜ重要なのかというと、まず一つに確実にダメージが取れるポイントだからですね。バーチャファイターは基本的に、投げは3択です。前か後ろか PG、下段投げもそうですよね。で、鉄コンの1時間目で2択の大事さというのを説明しましたけども、結局2択も2択なんですね。負ける可能性があるわけです。非常に運の要素が大きくなってきます。で、確定反撃っていうのは自分がミスをしなければ絶対にダメージが取れるポイントなんですね。ということは、こういった部分でどんどんダメージを取っていけば、対戦相手よりも確定反撃が自分が上手かったらダメージを対戦相手よりもより確実に取れるということになります。そうなると結果的に勝率が上がって段位も上がってということにつながっていくんではないかなと考えています。なので確実にダメージが取れる確定反撃っていうのは非常に重要になってきます。で、もう一つ、利点があります。相手に好き勝手に技を出させないようにするためってあるんですけれども、どういうことかというと、例えばですね、対戦者 A と B といます。で、A 君ダメージが欲しいから膝を打っていこう、どんどん膝を打っていこうと A 君が膝を打っていくわけですね。A 君がこんな感じで膝を打ってくるとします。膝が飛んできた、怖いなぁと、こんな状況で、先ほどの話に戻りますけど、膝が飛んできた、どうしよう。で、さっきみたいに例えば確定反撃が返せなかったら、確定が返ってこないからダメージ食らわないじゃん、どんどん打っていこうとなってしまいます。で、そうなるともう B 子さんはもう確定返せないからやられたい放題です、助けてとなるわけですね。じゃあ逆に、確定が確実に返せた場合ですね、こんな感じでまとまったダメージが取れるわけですよね。となると、確定返ってきた、技が打てないよ、怖いよとなってくれて、結果的に相手がおとなしくなって大ダメージの技が打ちづらくなるっていうのが利点になります。なので相手に好き勝手をさせないためにも確定反撃というのは非常に大事になっていきます。最後に、確定反撃の効果的な練習方法を説明して終わりにしたいと思います。まずジャッキ選んでいただいて、コマンド記録で8番ミドルスピンを覚えさせます。で、あとはこれを再生してちゃんと肘クラスの技を返す、これだけです。で、ちゃんとできてるかどうかの確認として、今ダメージ25って出てると思うんですけど、この技本当はダメージが20なんですね。で、確定反撃がちゃんとできてるとダメージがちょっと上がります。なのでダメージを見てちゃんとできてるかどうかっていうのを確認できるので、その点注意してちょっと練習してみてください。で、もうこれはほぼ大丈夫となったら、今度は P ダッシュハンマーですね、前々 K を覚えさせます。で、これをランダム再生します。で、これでミドルスピンが来たらちゃんと肘を返す。
方ですね。ミドルスピンだったらこんな感じで肘角を返す。でダッシュハンマーだったらできれば肘を返したいですね。こんな感じで3ピンの手を取ります。こんな感じです。で、最後にですね、もうこれも完璧だとなったらちょっと上級技になるんですけど、もう1個増やします。で、P とスカパン、これを覚えさせます。でこれをランダム再生して、ビートの時は投げる、ミドルスピンの時は肘角を返す。で、ダッシュハンマーの時は何もしないかちゃんと肘とか、中段技でタックをかけに行くっていうのを練習します。かなり難しくてですね、ちょっと自信がないんですけど頑張ります。遅いと投げになっちゃうんです。投げれないんですよね。こんな感じですね。こんな感じで、練習するとだいぶ確定反撃上手になってくると思うので、ちょっとやってみてください。今日は以上です。ありがとうございました。